皆さん、こんにちは。エマです。日本語ポッドキャストへようこそ。このポッドキャストでは、日本語を勉強している方のために、日本語や日本文化に関するお話をわかりやすい日本語でお届けしています。皆さん、今日もいかがお過ごしですか？もしかすると、今、会社に向かっている途中の人、それとも会社から帰っている人、電車に乗っている人やバスに乗っている人はいらっしゃいますか？そう、今日はポッドキャストのタイトルにもある通り、日本の交通機関についてお話ししていきます。交通機関です。交通機関というのは、電車だったり、バスだったり、タクシーだったり、そういったどこかに向かうための手段のことですね。どこかに向かうための方法です。何を使っていくのかというところなんですけれども、皆さん、いつも会社に行くときや学校に行くとき、何を使って行っていますか？私はいつもカフェで働いているんですけれども、カフェに行くときはいつもね、電車を使って行っています。毎日電車に乗っています。皆さんはどうですかね？今日の動画ではですね、日本が交通機関に関していいと言われているとこ、いいと言われていることですね。例えば、綺麗、静か、そして時間ぴったり、時間ちょうどに電車が来る。そういったことについてお話ししていきます。実際どうなのかっていうところですね。日本人の私から見た、日本の印象、日本の交通機関の印象についてお話ししていきます。なので皆さんも皆さんの国と住んでいる地域とですね、比べながら楽しんで聞いていってもらえると嬉しいです。では早速始めていきましょう。ではですね、早速始めていくんですけれども、さっきも言った通り、交通機関っていうのは、電車やバスなどの、どこかに向かうための方法ですね。何を使っていくのかっていう時に使う乗り物です。乗り物。なんですけれども、やっぱり私は友達に聞いてみたんですね。海外の友達に聞いてみて、その子はやっぱりね、日本は静かだったり、時間ぴったりに電車が来る、バスが来る、だったり、そういった印象があるっていう風に言う方がとても多いです。なんですけれども、あのーこれはですね、実際の日本人、私から見たらどうなのかっていうところなんですけれども、まず時間ぴったりに来るのかどうかっていうところですね。これは割と来ると思います。来る方だと思います。でも正直、そんなにめっちゃぴったりっていうほどでもないかなっていう印象ですね。なんでかというと、やっぱり最近って気候があんまりよろしくないじゃないですか。あんまり良くないですよね。雨がたくさん降ったり、雪がたくさん降ったり、そういったことで遅れてしまうこと、電車が時間通りに来ないことは全然あります。あと、バスですね。バスなんかは基本的にあんまり時間ぴったりには来ないですね。3分、5分遅れでは来るんですけど、そんなに時間ぴったりに来るみたいなイメージはそんなにないかな。でも、電車はありますね。やっぱりぴったりに来るなっていう印象です。これはなんでそう思うかというと、私は今まで韓国、オーストラリア、台湾に行ったことがあるんですけれども、韓国はめっちゃ時間通りに来てたイメージがあるんですよね。ただ、私もそんなに電車が、韓国の電車、駅ってすごく広くて、わからなかったので、多少ね、もし遅れていても多分気づいてなかったっていうのはあるんですけれども、オーストラリアにいた時ですね。
オーストラリアで路面電車、トラムに乗っていた時にですね、思ったんですけれども、ちょっと若干遅れてくるんですよね。やっぱり。ちょっと遅れてくる。でも、そんなに私は急いでなかったので、いつも結構家を早めに出たり、予定のね、早く行動するタイプなので、多少遅れてもそんなに気にならない。だからあんまり気にはしていなかったです。でも、日本でもですね、同じように、例えば事故があったり、雪が降ったり、そういったことで遅れることは全然あるよっていうのが日本人からの印象ですね。でもやっぱりその一つ日本のやっぱり電車のそういうすごいかなって思うところが、たった2、3分遅れただけでアナウンスが入るんですね。謝罪のアナウンスが入ります。謝罪っていうのはごめんなさいです。ごめんなさい。すごく丁寧に丁寧に謝罪をしてくれるんですね。これが私的にすごいなとか思う場面ですね。やっぱりあんまり日本ではそういう時間が遅れるっていうことはよくされてないんだなっていう文化も見ることができますね。そして次にお話ししていきたいのは、やっぱり静かということです。静か。これは本当に静かだと思います。私自身、例えば何か携帯の音携帯のこういう音を切り忘れていて、例えば通知の音が鳴っちゃうとするじゃないですか。LINE の音だったり、電話の音だったり、そういうのが鳴ってしまった時、本当に焦るんですね。なんでかというと、すごく静かなので目立つんですよ。ちょっと音が鳴ったら、あ、やばいってなるんですね。もう心の中でごめんなさいってすごく謝るんですけれども、そういった風になるくらい日本の電車やバスはすごく静かな印象があります。実際に私が日本以外の国でバスだったり電車に乗った時は、やっぱり皆さんその普通に電話をしていたり、普通に喋っていたり、あと携帯の音楽もちょっと流れている人もいたりして、やっぱり、全然違うなと思ったことの一つではありましたね。やっぱりギャップと言いますか、違和感というものは感じました。いつも日本で過ごしているので、日本のそういう静かな環境に慣れてしまって、海外に行った時に、音が鳴ってるみたいな感じで、少し新鮮な気持ちで、楽しかったですね。賑やかで、楽しい雰囲気があるので、やっぱりそういったことも、いいところの一つ、日本からすると静かなところがいいともされるけど、私から見てみた海外の印象は、すごくね、皆さん楽しそうに話していたり、電話をしていたり、音楽ね、聞こえたりするのも、そういう旅行をすることの楽しみの一つかなっていう風に考えることによって、すごくいいんじゃないかなと思います。でですね、皆さん今、日本のこの電車のお話を聞いて、いいところ以外はないのって思った方いらっしゃいますか？例えば嫌なところ、日本人の私から見た日本の電車のここが嫌っていうところあるのかっていう話なんですけれども、あります。ありますよ。あります。これはですね、嫌というか、日本だから嫌というかですね、他の国に行った時も同じことがあったら、それは嫌なんですけれども、例えばですね、満員電車。満員電車は正直本当に地獄です。日本の満員電車ってきっと世界的にも有名なことだと思うんですけれども、通勤ラッシュの時間帯ですね。みんなが仕事に向かう7時、8時くらいの時間帯って、本当に電車の中が混雑しています。混んでいます。人がたくさんいて、もうこうやってぎゅうぎゅう詰めになりながら、
会社に向かわないといけないんですね。これが私的に電車のすごく苦手なところなんですね。私は何度か動画でもお話ししている通り、会社に勤めていたことがあって、大阪で働いていたことがあるんですけど、その時、本当に毎日満員電車で会社に向かっていたんですね。もうね、地獄で、もうね、人とずっとぴったりくっつきながら、もう押しつぶされながら向かわないといけなくて、他にもですね、例えば、座れないんですね、基本的に。人がたくさんいるので、私が電車に乗り込んだ時には、もう席が空いていないので、座ることができないんですね。なので1時間くらいずっと立ったまま会社に向かう必要があるので、そういったことは少し、嫌なことの一つですね。なんですけれども、ここでね、一つ面白いエピソードがあったんですよ。別にね、今思ったら全然面白いというか、なんでそんなことで笑ってるんだっていう感じかもしれないんですけれども、ある時、満員電車に乗ったら席が空いていたんですね。なので私はちょこんと電車に座って会社に向かっていたんですよ。そしたら、どんどん人は増えてきて、満員電車になってきて、私の前に立っていた男性が、自分のカバンを私の上の荷物置きに置くんですね。そう。日本には荷物置きがあるので、ここに荷物を置いてはったんですよ。そしたらですね、まさかのまさか、落ちてきたんですね。それが。電車がグラングラーンと揺れた瞬間に、ボトンと落ちてきまして、それがなんと私の頭に直撃しました。もうゴツンと落ちてきまして、しかもそのカバンがまた硬いカバンだったんですね。角がとんがっていて、もうそれがコツンと当たりまして、私はね、それがあまりにも面白くてですね、この頭に落ちたやつがもう一度バウンドして私の膝に乗るっていう、まるでアニメとか漫画のような経験がありまして、本当に面白かったですね。前のね、男性にはすごく謝られたんですけれども、そんなんね、私からすると朝から少しハプニングで楽しい経験だったので、全然大丈夫でしたね。はい。楽しいですよね。なんかそういうエピソードもあります。私はなんかそういうちっぽけなこと、なんか普通だったらあんまり嬉しくはないじゃないですか。人のカバンが頭にゴツンと落ちてきて、それがバウンドして自分の膝に乗るっていう、別に嬉しくはないんですけど、そういったことを楽しみながら、毎日を過ごすと、きっとね、もっとより良い一日になるのでおすすめです。全然違う話をしてしまったんですけれども、そうですね。日本の満員電車について話したんですけれども、いかがですかね？皆さんの国では。皆さんの国では、会社に向かう人、学校に向かう人、みんな同じ時間の電車に乗って混雑しますか？混みますかね？それとも、みんな電車をあんまり使わないですか？車だったり、自転車だったり、そういったものを使って学校や会社に行く人が多いですかね。ぜひね、日本との違いを見つけた方はコメント欄で教えてくれると嬉しいです。あとですね、日本の電車の大変なところ、これは日本に限らずなんですけれども、私が住んでいるところは結構田舎なので、そんなに駅で迷うことがないんですけれども、皆さんきっと旅行に来た時って、大阪だったり、京都だったり、そういう有名な広いところに行きますよね。きっとそういうところって都会で、ビルがたくさん建っていたり、そういったね、印象があると思うんですけど、もちろんそういうところって駅が複雑ですよね。駅が本当に広くて、
どの線に、どの電車に乗ればいいのかわからないっていうのがあると思います。これは私たち日本人にとってもその通りです。きっと大阪に住んでいる人とか、東京、京都に住んでいる人とか、もう慣れている人は大丈夫だと思うんですけど、私みたいに奈良に住んでる人とかは、もうね、そういう都会に行ったらパニックなんですね。どの電車に乗ればいいのか全くわからなくて、しょっちゅう駅員さんに聞いたり、ずーっと迷子になりながら私は過ごしています。なのでね、最近は大阪にも京都にも行かず、もうね、奈良でゆっくり楽しんでいます。あんまりね、都会が苦手だよっていう方は奈良がおすすめですよ。ぜひぜひ来てくださいね。奈良の電車は簡単だし、人もそんなに割と空いてる方なので、大阪とかと比べると、割とね、快適に過ごすことができるんじゃないかなと思います。ではですね、今日はこんな感じで、日本の交通機関、電車だったり、バスだったり、そういったことのいいところと逆にあんまり私が嫌だなーって思うところだったり、私のエピソードも交えてお話ししてみました。いかがでしたでしょうか？楽しんでいただけましたか？今日はね、きっと皆さん今からお仕事だったり、学校だったり、そういった方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、ぜひ私のね、このポッドキャストを聞いて笑顔になってから会社にね、行ったり、仕事に行ったり、学校に行ったり、一日楽しく過ごしていただけると嬉しいです。皆さんもね、一日をワクワクした気持ちでお過ごしくださいね。では、今日も本当にここまで見てくれてありがとうございました。いつもですね、高評価だったり、コメントだったり、本当に励みになっております。今日の動画もね、いいなと思ったら、高評価、コメント、そしてチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。では、リクエストもたくさんお待ちしているので、よかったらまたたくさんいろいろ皆さんのね、文化だったり、そういったこともコメント欄で教えてくださいね。では、今日もありがとうございました。また次回のポッドキャストでお会いしましょう。いい一日をお過ごしください。じゃあね。